街角県政では福井ゆかりの作家や作品について毎月シリーズでご紹介しています。今回は福井に文学の種をまいた詩人則武一夫についてご紹介いたします。則武一夫は1909年鳥取県米子市に生まれました。19歳で朝鮮に渡り、総督府で雑誌の編集などを務め、文学活動も実施。師と仰ぐ詩人の三好達治が朝鮮を訪れた時には2ヶ月間一緒に旅行し、中国と朝鮮の国境を流れる鴨緑江などを案内しました。終戦後は堺市三国町に疎開していた三好達治のもとに身を寄せ、三好が去った後も福井にとどまります。文学サロン北総文庫を創設し、福井に根を下ろした文学活動を展開。81歳で亡くなるまで闘病中にも詩を書き続けました。毎年4月29日にはその功績を偲び、東尋坊の文学記念碑の前で根木が開催されています。則武一夫は詩を愛し、人を愛し、越前和紙を愛しました。和紙についての詩集も多く、本の装丁には越前和紙を使用。詩の中には上杉平三郎として2代目岩野平三郎さんが何度も登場します。先生がこういうの本を作りたいんだけど表紙に入れてくれんとか、いろんな紙をすいて先生におはぎしてた。もうともかく紙はお好きなんで工場入ってご覧になったり、ご要望がいろいろあったように思ってます。口数はあまりね少ない人でございましてね、ともかく2代目平三郎の前で座ってボソボソっと喋る程度で、それだけでもう非常に満足してらっしゃったんだなと思ってます。則武一夫はここ福井の地で地方主義を唱え、詩人の育成に努めました。則武のもとには多くの文学青年が集まり、則武学校と呼ばれ、広部栄一、岡崎純、荒川洋二などの詩人が育っていきました。人をよく引きつけるような、そういう方でしたね。お会いしたいって気持ちになるような方でしたね。ネギという詩集の作品でしょうかね。また先生は北朝鮮ですね、鴨緑江の近くに仕事をなさっていらっしゃいましたから、鴨緑江の作品をたくさん残すと、非常にその土地を愛されていた。福井へ来れば三国を愛されておる、そういうふうにして定住している土地柄についてね、よく理解されて、特に住む人とか気候風土なんかに対して接しておられたんだなと、そんなふうに思っています。則武一夫の作品は福井県立図書館や福井市円山公民館で読むことができます。ぜひ足を運んで福井に根ざした文学を追求した則武一夫に親しんでみませんか。